こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。今回ネタにするバイクは、鈴木が誇る変なバイクをピックアップして考察してみるぜ。変なバイクって、個性的なバイクでしょ。たまに鈴木って、なんでこのデザインでGOしたんだってバイクで特攻してくるよな。鈴木だけじゃないですけどね。先日、いつも楽しみにしてる新型情報サイトを見てたら、思わず声が出たバイクがあったんだよ。ほうほう。で、他にもないかと探してたら、色々見つけてしまいまして。なので今回は、思わず二度見してしまうような鈴木のバイクをサクッと考察していきたいと思う。鈴木、ザ・ワールド。楽しみにしております。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。では、今回紹介するバイクはこちら。1、イントルーダー150。2、GSX-S1000GT。3、バンバン200。4、V ストローム SX。5、レイダー J クロスオーバー。です。聞いたことないモデルがありますよ。レイム、ワクワク、ワクワク。じゃ、はじめ5。1、イントルーダー150。トップバッターはこのバイクだ。これはなかなか、一発目からインパクトがあるバイクですね。これは鈴木がインド向けに生産しているバイクだ。腰から上は鈴木の海外市場向け大型アメリカン、ブルバードとよく似てるな、というかそのまんまだ。この排気量にしては、サイズ感がバグってますね。ベース車種はジクサー150で、エンジン、足回り、タイヤサイズは同じ。エンジンは 155cc の空冷 SOHC 単気筒だ。このバイク、インド向けと言いつつも、国内でもよく探すと中古車で見つけることができる。ネットで調べたところ、乗り出し34万円ぐらいだったぜ。この顔って、どこかで見たことあるんですけど、確か、チューリップみたいな顔のバイクがありましたよね。GSR250S のことか。このバイク、写真はこんな感じだけど、実車は意外とかっこいいんだぜ。ほら。あら、確かに。写真みたいに高い位置から見下ろした感じだと、そんなに悪くないだろ？うん。でも、普段の目線で見ると、頭で、カチなチューリップみたいになるんですよね。決め視点と普段視点がずれまくってる車種は、意外とよく見かける。例えば、それはまたの機会に、はいな。で、イントルーダー150は、インド市場でのライトクルーザーブームに乗って誕生したバイクだ。当時、インドで人気だったクルーザー、バジャジアベンジャーストリート150をベンチマークに、同排気量だが低価格、そして鈴木が誇る大型アメリカンブルバードをモチーフにして市場に殴り込み、ほほう。目論見は当たり、発売当初はそれなりの勢いがあったんだぜ。インド人も右向くデザインだったんですね。はぁ、翌年にはインド版ユーロ5に対応し、このまま売れっ子バイクとなると思われてた。しかし、排ガス規制対応の値上げで売上減少、世界情勢の影響で生産が一時的に中断。あら、それ以後は特に手こ入れもなく放置プレイ。あらあら。その結果、残念ながらイントルーダー150は、つい先日ラインナップから削除されてしまったんだよ。こんなにかっこいいのに、残念です。売上不振のためか、インド注目の新型、V ストローム SX の生産ラインを確保するためなのか。理由の詳細は不明だが、鈴木らしいバイクが生産終了なのは残念なことだ。だが、終わるバイクがあれば、生まれ変わるバイクもある。お次はこちらだ。2、GSX-S1000GT。鈴木の無表情系ミックスデザイン、GSX-S1000GT だ。出た。噂の無敵ツアラーですね。これは2021年に発表されたスポーツツアラーで、先代のぬるっとした曲線デザインから、シャープな直線デザインへイメチェンしたモデルだ。このデザイン、発表当時は衝撃的でしたよね。思わず声が出ましたよ。デイライトと二眼ライトを組み合わせた造形は、今までの鈴木にないデザインだ。でもこの顔、あんまりイケメンじゃないですよね。写真だけだと、そうなるかもな。S1000GT のデザインスケッチが鈴木グローバルサイトで公開されてたんだけど、見たことある？ないです。じゃ、スケッチドン。イケてるスケッチじゃないですか。でも、実写の写真はこんなにかっこよくないと思うのですが？それは、写真だからさ。さっき話した、バイクを見る時の視点問題覚えてるか？何でしたっけ？バイクにはイケてる角度がある、って話だ。S1000GT のフロント部分は、スポーツツアラーだけあってかなり低く構えた状態だ。普通目線だとバイクを見下ろす形になり、二眼ライトは上目使い風に見える。その姿は、デザインスケッチそのまんまだ。確かに。あとは、写真だとバイクだけでなくライダーが映えるカットも必要なので、あれ？って思うカットもたまにある。と、主は思っております。で、そんなフェアリングの中に収めされたエンジンは、スーパースポーツの DNA を受け継いだものなんですよね。エンジンは GSX-R1000K5 から受け継がれる 998cc の並列4気筒エンジンだ。すでに15年以上作り続けられており、進化と熟成を重ねたエンジンは名機と呼ばれている。それに、主要装備も満載なんですよね。現代バイクの3種の陣に、ドライブモード、クルーズコントロール、クイックシフターが装備されている。電子制御サスは見送られたが、それは鈴木の良心からだろう。ライバルはホンダの NT1100、川崎の忍者戦 SX あたりだと思うけど、車両価格は159万5千円と高すぎず安すぎず、絶妙な価格設定だ。
今後の鈴木を語る上で、GSX-S1000GT は絶対に外せないモデルになると思うぜ。3、バンバン200。こいつは、鈴木がタイ向けに生産しているバイクだぜ。あれバンバンって国内でも販売されてませんでしたっけ？発売されてたぜ。バンバン200は、2002年3月に国内発売され、最終モデルは2015年だな。ファットタイヤにフラットシート、アップマフラーと、スカチューンのベース車としても人気だったバイクだ。この頃って、同じようなモデルを各社発売してましたね。ヤマハの TW200、ホンダの FTR250 とかだな。オフっぽいスタイルなのに、ロングスイングアームに改造されてたりして、街でよく見かけましたよ。そんな感じで人気だったバンバン200だが、平成28年排ガス規制をクリアせずに、国内では販売終了。今ではタイで余生を過ごしている、ってわけですね。だな。タイでのバンバン200は、南国アイスホッケー部な感じになってますね。健全エロなバイクか？違います。爽やかな青タンクにオレンジライン、サーフボードなんか置いちゃって、爽やかさんじゃないですか。タイのサーファーさんの間でも、手軽な移動手段として使われてるとかいないとか。ところ変わればなんとやら、だな。それにご長寿バイクだけあって、国内でも中古の玉数が多く、価格もそれほど高くないから手に入れやすいぜ。でも、もし買うとなると一つ心配事が？何？このぶっといリアタイヤ、国内で買えるんですか？もちろんだ。リアタイヤサイズは180/8014で、ダンロップやブリヂストンから販売されてる。よかった。それなら安心して中古が狙えます。短気筒で揺れ、車両重量も軽いから、リーズナブルに手に入れて、バンバン乗り回してくれ。じゃ、お次はあのアドベンチャーモデルだぜ。4、V ストローム SX。先日インドで発表された、V ストローム250の磁気型だと噂されているモデルだな。みんな大好き V ストローム。名前は同じだけど、フルモデルチェンジ勝手ぐらい中身が変わってるぜ。そうなんですか。まず見た目だが、V ストローム250のチャームポイントだった丸型ライトは、八角形のジグサーっぽいライトに変更。くちばしからフロントフェンダー造形も変わり、全体的によりシャープになったデザインになってる。確かに、サイレンサーも2段式になり、フロントタイヤは17インチから19インチへ大型化している。このスタイルだと、モタードスタイルも似合いそうですね。エンジンは油冷短気筒エンジンだ。冷却水やラジエーターが不要で、代わりにオイルクーラーでエンジンの冷却を行う仕組みだな。排気量は 249cc の油冷 OHC 短気筒。最高出力は 26.5 馬力、最大トルクは約 2.26kgF、燃料タンクは12リットルだ。国内仕様の V ストローム250と比較すると、馬力は 2.5 馬力アップ、燃料タンクは5リットル減、ですね。シャープな見た目、特徴的なエンジン、安定志向の足回りと、3拍子揃ったバイクなんだけど、一つ気になるところがある。どこ？それは、このメーターだ。何が気になるの？液晶左側に、ナビの矢印みたいなものが表示されてるだろ？なんと、ターンバイターン式の簡易ナビゲーション機能内蔵だ。バイクとスマホを接続し、メーター上でルート案内を表示できる機能ですね。250cc クラスでは、こうしたナビ機能が搭載されてるモデルは少ない。もし、国内仕様でも純正装備されたなら、超嬉しい機能だぜ。インド生産ということで、価格面も期待できますし、V ストローム SX はアドベンチャーバイク界の台風の目になるかも、ですね。なんとか生産体制を整えて、国内モデルも発表してほしいぜ。じゃ、最後は鈴木のキメラバイクを紹介するぜ。キメラ5、レイダー J、クロスオーバー。これは一体？ 2020年にフィリピンで新登場したバイク、その名もレーダー J クロスオーバーだ。フロントは RMZ の造形で、まっすぐ伸びたフロントフェンダーは V ストローム。そしてシートからリア周りはスクーター系デザイン、鈴木のデザインエッセンスを詰め込んだバイクだぜ。そういう意味でしたか。しかし、中身はスクーターとは違うぜ。オフロード走行も考慮した成立フロントフォークに、リアショックの仕様もグレードアップされている。そしてタイヤは全57インチのセミブロックパターンだ。エンジン排気量は 113cc、空冷 SOHC 短気筒で、最高出力は 6.8kW 約 9.2 馬力、最大トルクは9ニュートン約 0.9kgF。頑丈で使いやすく、個性的スタイルであらゆる道を走ることができる、俺たちの鈴木らしいバイクに仕上がってるぜ。国内へ並行輸入はされてるの？現時点では、取扱店を探すことはできなかったな。残念。でも確か、こんな雰囲気のバイクって、ホンダでもありましたよね。XRM125 のことだな。見ての通り、こいつは XR とスクータが合体したスタイルだな。レーダーを見た後なので、少しインパクトに欠けますが、こちらも国内での取扱店を見つけられなかったんですよね。残念ながら。今回紹介したイントルーダー150やレーダー J クロスオーバーは、ローカル地域で生まれた超個性的なモデルだ。そもそも世界規模で販売は考えていないモデルだと思うので、手に入れるのは、ちょっと難しいと思う。まとめ。さて、今回紹介した5車種だけど、いかがでしたかな？鈴木の固有い部分を堪能できました。それは良かった。しかし、ここで紹介した以外にも、世界にはもっと癖のあるモデルが存在している。変態鈴木以外にも、そんなびっくりバイクが、例えばホンダの場合、タイなどで販売しているスクーター、スープラ GTR115。ホンダなのにスープラ？ GTR？ CBR 風スクーター、RSX。まさにスクーター CBR？
会があれば、こうした活かしたバイクもネタにしていくぜ。以上、俺たちの鈴木が放つ、面白かっこいいバイク5選をお届けしたぜ。タイトル変わってますよ。終わり良ければ全てよしだ。では、今回のお話は以上になります。お次は、青子のバイクニュースのコーナーだぜ。こんにちは、青子のバイクニュースのコーナーです。今回は真夏の祭典、鈴鹿8時間耐久レースのチケット発売開始のお知らせです。ついに来たなこの日が。2年ぶりの開催ということで、お得なチケットもパワーアップしてますので、紹介していきますね。なになに？まずは、ヤング割0円キャンペーンです。事前申し込みすると、8月6日土曜日、7日日曜日の2日間、2、9、R エリアに無料で入場できます。本来なら対象者は16歳から22歳までの方が対象なんですが、2年間の空白期間を考慮し、今年は24歳まで対象となっています。誕生日が1998年4月1日から2007年3月31日までの方だな。7月17日日曜日23、59までに登録フォームから申請してくださいね。定員が決まっているので、気になる人は早めに登録だぜ。お次はチーム応援席です。これは観戦券&部位に指定席チケットと応援グッズがセットになったチケットです。応援チームはホンダ、川崎、鈴木、ヤマハの4メーカーと日本郵政、吉村応援席の6種類があります。お気に入りメーカーやチームがある方は、ぜひこちらのチケットを購入して応援合戦に参加しましょう。最後は第1回元自慢投票で決まる愛車ナンバー1グランプリ初開催です。何ですかこれは？ナンバー付きの二輪車をお持ちなら誰でもエントリーいただけるイベントです。アプリでエントリーし、8月7日日曜日、鈴鹿8体同様に8時間で投票。全投票数で一番多かったバイクが総合優勝者となります。決勝入賞者には総額100万円相当の商品が用意されるそうですよ。詳細は鈴鹿サーキットのイベントページをご覧ください。いろんなイベントに参加して、鈴鹿8体を盛り上げていきましょう。主もエントリーするのか？もちろんですよ。頑張って応募用写真6枚を撮影してきます。頑張ってね。では、今回はこの辺で。それでは、See you!